キャバクラにいる女の人って話面白くないんですよ。横に座ってニコニコしてるだけで異性が喜んでくれるから、なので、ブサイクな人のが面白いんですよ。なので、売れてるキャバ嬢の人って、そんなに美人じゃない人多いんですよね。お小遣いの範囲でエンタメ代としてホストに投げ銭をしてるんですが、総額が3桁を超えました。これ数百円じゃなくて3桁万円ってことですよね。そろそろホストさんに会いにお店に行こうと思ってるんですが、行ったら気をつけることや行かない方がいいのかアドバイスお願いします。行ったとして、3桁万円を振り込んだ人ですってなると、多分、すごく喜んでもらって、その日のうちは幸せな気分にさせてもらえると思うんですけど、結果としてもっと高い酒を入れろという空気になり、多分高い酒を入れることになります。で、その後、多分、そのホストと幸せな関係になることはありません。コメントで書いてあるのはその通りなんですけど、カモにされます。そしていいカモにされます。なので、もし、人と関係を作って幸せになりたいのであれば、ホストにつぎ込むのではなく、出会い系サイトで20代もしくは学生を釣ってください。で、大学生とかで行くと、1万円とかおごるだけで、めちゃめちゃいいなりまでなります。で、さらに、多分2万円ぐらい出すと、エッチなことできます。なので、若い子に直接お金を払って、その若い子と人間関係を作った方がいいです。ホストというのは人間関係を切り捨てるのが仕事です。でも大学生とかって、人間関係ができたとしても、その人間関係を維持した方がいいよね。だって人としてそういうもんでしょっていうふうに感じたりするので、なので人間との関係っていうのをちゃんと作る方向にお金を使った方がいいんじゃないかなと思います。例えば不動産の持ち家賃貸派なんですけど、同じ物件を借り続けた場合と買った場合で、実際どうなるかっていうのが、東洋経済かプレジデントかなんかが試算を出したんですけど、買った方が、確かね、160万円だけ得をするとか、そのレベルなんですよ。いや、確かに40年間のローンかなんかでやって、160万円得するなんですけど、ただその資産が、利率が今の状態なんですよ。で、日本の利率というのは今後上がりますか下がりますかっていうと、今円安がどんどん続いていくと、今後利率は上がらざるを得ないよねってなっていて、0.1%でも上がると、要は賃貸派の方が勝つんですよ。で、なので、じゃあ、数字で見ると、利率が上がる可能性だったら賃貸の方が得だよね。なので、っていうので、数字で判断できるんですよね。なので、誰が言ってるとか、大学教授の肩書きかとかじゃなくて、数字で比較するっていう癖をつけた方がいいんじゃないかなと思います。中高の授業でひろゆき氏も習ったと思いますが、民主主義では有権者が選挙の時などに成熟した判断を下せるという前提が大切となります。人類の歴史でこの前提が成り立たず、有権者自身が苦しむことになったケースの実例としては何が挙げられますか？えっと、今の日本少子化問題って40年前ぐらいから言われていて、で、日本の経済が悪いよね、日本今貧乏で生活大変だよねって言ってる人は、多くは日本の政策のせいであるっていうのは、普通にわかるはずなんですよ。だって人口減ってるんだもん。人口減ってったら売り上げの規模どんどん減っていくよね。で、優秀な人の割合も減っていくよね。優秀な人の人数、物理的、絶対的なね、割合は一緒かもしれないですけども、もう減っていくよねっていうのなので、普通にこう民主主義で投票した結果、ひどいことになりましたっていうので、あと分かりやすい例でいくと、ナチス党というドイツの党がヒトラーさんっていうのを生み出したんですけど、普通に民主主義で投票してドイツ人がナチス党を選び、ナチス党の人たちがヒトラーさんを党首として選んだっていうのがあるんですよね。なので、民主主義で人々が選んだっていうので、じゃあそれが正しいよねっていうと、そうでもないことは結構あるってことな気がします。で、一応その民主主義というのは最悪を避けるためのシステムであると言われるんですけど、そのアウシュビッツの大量虐殺みたいな人たちが受かってしまうというのが、果たして本当にその最悪を避けられていたのかっていうと、なんか結構どうなのかなって思いますね。なので、あんまりその民主主義が最高っていうのもどうなのかなと思う派です、僕。
男子大学生です。自分で言うのはなんですが、中学生の途中までは顔がだいぶ整っていて、かっこ雑誌モデル経験あり、いろんな人から褒められたりもしたのですが、高校生くらいから顔が崩れ始め、平均よりだいぶ下なのではという顔になってしまいました。普段生活していても、ふとすると自分の顔のことに悩んでしまいます。何か対象はありませんでしょうか？整形以外で。どっちに移した方がいいかな。まず、一つ誤解をしていると思うんですけど、人の顔って、すげえデブは別ですよ。どういう表情をしているかっていうのが結構重要なんですよ。要はモテなそうな顔してるやつはモテないし、モテそうな顔してるやつは、よく見るとブサイクでもモテるんですよ。なので、一定のライン、例えば10点満点中、4から10までの人は、表情の作り方とか、立ち振る舞いとか喋り方とか、髪型で、一般的には6、7ぐらいのレベルまで持ってけます。で、さらに言うと、年取るともっと楽になります。40過ぎると、ハゲてない、痩せてる、これだけでイケメン枠入れます。要は僕は別に顔は普通なんですよ。ただ、ハゲてない。で、太ってないっていうだけで、一般的な40代の中でいくと、上位に入るんですよ。僕別に中学生、高校生とか大学生の頃は、別に平均より下なんですよ。別に痩せてるやつとか、ハゲてないやつとか、まあみんなハゲてないんだけど、要は勝手にみんなハゲてって、勝手にみんな太ってって、脱落していくんですよ。で、さらにまともな案件は結婚してるんですよ。なので、結婚してなくて痩せてる、ハゲてない。この2点だけでめちゃくちゃモテるんですよ。なので、そのアさんは、もともとその顔形はそんなに悪くないんだと思うんですよね。でただ、モテなくなったかも、顔が崩れたかもって思い込んで、多分その表情が暗いとか、面白い話ができないとかっていうのになってると思うんですよ。昔モテてかったから、そのモテのために必要な要素が分かってないんだと思うんですよね。生まれた時からモテてた人って、人を楽しませる能力が低いんですよ。あの、僕、キャバクラ嫌いって話何回かしてると思うんですけど、キャバクラにいる女の人って話面白くないんですよ。要は横に座ってニコニコしてるだけで、その異性が喜んでくれるから、面白い話をするっていう能力を鍛える必要がない人がいるんですよね、キャバクラって大体。なので、面白い話全然出てこないんですよ。で、面白い話してみたいなこと言われるんですよ。もうふざけんなと。こっちが金払ってなんで面白い話せにあかんねんってなるので、ブサイクな人の方が面白いんですよ。なので、割とその売れてるキャバ嬢の人って、やっぱちょっと、そんなに美人じゃない人多いんですよね。要は、話聞いても面白いキャバ嬢の人って、元ブサイク整形組結構多いんですよ。なんかツイッターとかで、あ、この人面白いなっていう、割と見た目がいい人が掘っていくと、普通に整形してるんですよね。だから、あ、やっぱブサイクって面白いんだっていうので、その面白いブサイクが整形をして、さらにこう見た目も手に入れるってなると、他人としては最強ってなるので、なので、やっぱ面白いブサイクの方がいいなっていう。すいません。はい。なんか話が変わってきましたけど。なので、その面白いという能力を鍛えるのと、ハゲない、太らないっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。こんばんは。私30歳、夫35歳、結婚生活6年です。貧乳がコンプレックスでそれを夫に言ったら、そのくらいが一番だよと言ってくれたんですが、夫のパソコン付けを拭いていたら手がマウスに当たり、モニターには、貧乳なんか眼中にありませんと言わんばかりの推定 G カップのブルンブルンの胸だけが切り取られた画像30万ぐらいが画面に映されていたので、脳が処理できずゲロを吐いてしまいました。しかも動画ではなく静止画で抜くんだという知りたくないことをしてしまった記念すべきなのですが、どうお祝いしましょうか。まず、抜いたかどうかはわかりませんっていうのと、あと、人間は貧乳が好きだけど、画像としてはそういうものを見るのが好きっていうのもあるんですよ。ヤクザ映画って世の中にいっぱいあるじゃないですか。じゃあ、ヤクザ映画を見てる人が、みんなヤクザに憧れてるかっていうと、そういうわけではないんですよ。それはあくまで異世界として楽しんでるんですよ。なので、じゃあ、恋愛ものとかで恋愛漫画で不倫の漫画とかもあるじゃないですか。それ別に不倫したいと思ってるわけじゃなくて、異世界だから楽しんでいるというだけで、その異世界としての巨乳をへーって楽しんでるだけで、現実としては貧乳が好きっていう可能性があると思うので、別にお祝いをする必要はないんじゃないかなと思いますけど、はい。いや、全然お祝いしたいのであればすればいいと思いますけど、別にね、はい。ああ、だから、なんだろうな、性欲と、その検索結果って違うんですよ。
僕はグロ動画見るの好きなんですよ、ネットで。別にグロ趣味ではなくて、人がグロい状態で死んでるものって、リアルで見ることがないので、人ってここまで切られると死ぬんだとか、結構これだけ刺されても人って生きてられんだね、みたいな、人類の生命力の神秘みたいなのも含めて、グロ動画で人が死んでいくのとか見るの好きなんですよ。あとひどい拷問の動画とか写真も、ここまでひどいことすんだ、へえ、みたいなので、知的好奇心として好きなんですよ。ただ、それが、僕が、じゃあ、ひどい拷問をしたいかとか、そういう性癖なのかって言われると、そうではなくて、あくまで知的好奇心なんですよ。なので、ネットで調べてるものと、僕の人格をごっちゃにしてほしくないので、仮に僕のそのパソコンの中から変な、検索履歴があったとしても、それはあくまで知的好奇心のなせる技であるというふうに理解していただけるとありがたいです。はい。